雨が降って、家に着くとピタッと止む。雨に愛される猫、にゃんこでーす。はい。今回、にゃんちゃねを受けてくれたのは、50代女性、さとこさんです。さとこさんは10年前に離婚して、生活を再建するために頑張ってきました。さとこさんは今回、ご自身のライトワーカーとしてのお仕事は何と質問されました。ライトワーカーとは、直訳すると、光の仕事人という意味です。悩んでたり、悲しんでたり、苦しんでいる人たちに光を照らすお仕事をする人のことを言います。さて、さとこさんのライトワーカーとしてのお仕事とは一体何だったのでしょうか。それでは雑談からどうぞ。星さんでいらっしゃるんですか？はい、そうです。2年半ぐらい前に資格を取って、で、今やってます。すごーい。もうなんか、必要に迫られて。資格取るのすっごい大変じゃないですか？専門学校に2年間通って、なので、なんとか、自分で試験受けてっていうのを3年やって、で、全然受からずに、もう諦めようかなと思った時に、チャンスが巡ってきたので、学校に入って、資格取りました。すごいですね。5年頑張ったってことですもんね。そうなりますね。保育士さんなんですか？やりたかったんですか？離婚をして、で、仕事何しようと思った時に、まず最初に、保育園の給食に入ったんですよ。もうそこはやっぱりもう本当に女の世界っていうか、すごいやっぱり大変で、1年でダメで、同じ保育園でも、保育士さんやりたいなと思って、3年パートでやりながら、資格を取ろうと思ってやってたんですけど、取れないし、母の病気が見つかって、なんとか休みをもらいつつ続けて、通院に通ってた時期があったので、で、母が亡くなって、で、専門学校に入ろうかなって思って、資格取って、みたいな感じですね。お子さんいらっしゃるんですか？2人います。上が大学3年の男の子、下が高3の女の子です。ここも最近ですもんね。いや、もう10年とかなりますね。そうですか。もう私がダメで離婚を切り出したので、向こうはもうずっと認めなかったというか、で、私にお前は病気だから、精神的に病気だから、俺がいないとダメだみたいな感じで半年間ずっと言われてたんですけど、私もすごい揺らいだりして、お前はそんな子供を犠牲にしてダメな母親だみたいに言われてたから、ダメな母親なんだってなりそうだったけど、でももう人生やり直そうと思って決断をしましたね。よく抜けれましたね。週末にそうやって言われるんで、月曜日になったら妹に電話して、私って悪い母親だよねって電話すると、お姉ちゃんしっかりしてって言って、目を覚まさせてもらって、っていうのを毎週繰り返しながら、もう本当にダメな人間だと思いました。洗脳ですもんね。本当に。離婚してみてどうですか？もう本当に良かったですね。後悔は一切ないし、本当に良かったです。本来の自分にやっと戻れてきて良かったです。ホラーみたいなもんですね。ある意味ね、向こう口立つんですよ。私が割と感情的になって、もう泣けちゃって言葉出ないみたいなタイプだったんで、不満がって言っても、何も解決しないまま、最終的に自分が変わればいいんだなっちゃったけど、でも変われなくって、そんなずっと我慢はできないですよね、やっぱり。自分を騙せなかったっていうか、ダメになっちゃいましたね。結局ね。その前になんかもう育児ノイローゼみたいになって、そこからスタートかな。すごい孤独になっちゃったんですよね。育児に関しては旦那さんの協力はなかったんですか？遊ぶのは連れてってくれるんですけど、ゲームコーナーみたいな、スーパーの。
で、あと、ミルクも多少あげてくれたぐらいで、あと、おむつ替えは一切しなかったし、泣いてたら、もう、ちょっとどうしたらいいかわかんないっていう感じだったし、そもそも夜帰ってくるの遅かったから、平日はもう一切できないし、っていう感じですね。怒る時も私が怒らなきゃいけないから、だから逆に、もう小さいからいいじゃん。そんなに言わなくてもっていうタイプだったんで、どんどん私だけが悪者で、向こうは株上がってきますよね。子供たちは。パパ大好きだったし、だけど、私は小さくてもやっぱり今言わなきゃいけないことはあると思ってて、言いますよね。そうするとママ怒るし、怖いし、本当にどんどん一人だけ悪者になって孤独になって、最後、本当に自分が犯人みたいな顔してたんですよね。だから怖かったですね。自分がどうなってっちゃうか。すごい辛かったですね。ママ友とかに話しても、うちもそうだよって言ってくれるんだけど、あ、全然違うよなーって思いながら、そこの子は女の子でおとなしくて、手がかからないみたいな子なんで、いや、うちとは全然やっぱ違うよねと思って、旦那さんも協力的だし、みたいな。やっぱ分かってもらえないな、この気持ちはってなりますよね。で、母と祖母と一緒に旅行に行ったことがあって、その一番辛い時にね、私はやっぱり子供に言っちゃうんですよ。こうしなきゃダメでしょみたいな。言うと、おばあちゃんに、そんなに言わんでもいいじゃんって言われて、糸が切れちゃって、自分の中の。でも、ね、泣けてみたいな。誰も分かってくれないと思って、っていうこともありつつ、だから、自分ではどうにもできなかったですね、その時は。その時に父が病気で、母が最後介護ね、半年してたんですね。それを手伝いに来たり、見たりしてたので、私にこの元夫の介護は無理だと思って、この先ずっとね、子供のために自分の気持ちを殺して、一緒にいたとして、面夫婦なりしたとして、この先私はこの人の介護は絶対無理と思ったんです。それがもうきっかけっていうかもう最後の決め手かな。その時が39歳だったので、40歳になるともう人生半分じゃないですか。80まで生きるとして。それ考えると、今やり直そうと思って。今やっと落ち着いたみたいな感じですか？そうですね。仕事もちゃんとしたお給料も入るし、自分もいろいろ YouTube 見ていく中で、多分ライトワーカーだなぁとは思ってて、で、実際に何をどうしたらいいかがわかんなくて、それを知りたいなってずっと思ってたんで、やっぱり自分が不器用で生きづらさがやっぱりあったので、自分の使命っていうか、それを知りたいっていう気持ち。保育もやりたいことだったと思うんで、できてて、でもなんか今まだ通過点な気がしてて、私を必要としてくれる人のためになれることは何かなっていうのがあって、そこをお聞きしたいんですよね。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。さとこさんが森にいて、日がバーってあって、森の向こうが暗くって、さとこさんがいるところは暗くなくって、日がキラキラしてるんですよね。リンゴもあって、それを見て、さとこさんがうわーって手叩いてるんで、綺麗じゃないですか。夢の世界っていうか、楽しい世界かな。でも、この画面が右側がキラキラしてて、左側は暗い森なんですね。ちょうど境目ぐらいにさとこさん立ってらっしゃって、暗い方の森をすごいさとこさん気にしてて、何回も後ろチェックするんです。気持ち的にはキラキラの方に行きたいんですけど、いつの間にか足元のところから暗い方に入っちゃったかな。
こっちの森は、いいね、ツタみたいな、生えてるみたいな風景が見えてて、ここは太陽の光があんまり下に来てなくって、基本的に暗いんですね。フクロウが、ほうほうって鳴いてて、鳥が飛んでる音もして、キラキラの世界とはちょっと違うから、怖いなって思ってる。でもね、今ね、一歩前に行きました。暗い方にね、行くみたいです。下はね、木の幹とかが、歩きづらいっていうか、足に引っかからないように、またいでいくんです。で、いろんなとこから音が聞こえるから、下も注意しながら、上も注意しながら歩いてます。一歩一歩すごい高くって、で、上の方にしか葉っぱがなくって、でもね、さっきまで暗いと思ってたんですけど、木の上には太陽当たってんねんなって分かったみたい。結構怖いな思ってたんですけど、歩き進めるとそんなに怖くもないんだなって思ったみたいで、すごく気持ちいいんですよ。これはこれで気持ちいいんですよね。一旦入ってみると、木の上には太陽あんねんなとか、よくよく見たら葉っぱと葉っぱの間からは太陽見えるし、逆にここは太陽が当たらないっていうのは、暑くないってことなので、ちょっとひんやりしてて、それ悪い意味じゃないんです。心地いいみたいな感じ。木に守られている空間みたいな。これはこれで気持ちいいなって。それを、さとこさんは気づいたみたい。太陽が当たっているっていうことばっかりがいいわけじゃないみたいな感じかな。この空間が気持ちいいんだなって気づいたら、鳥のものがちゃんと見えるんですよね。さっきの音これやったなって。さっきは音が聞こえて、プラス自分が怖いと思ってたから、ビクってしたんです。でも、よくよくここをちゃんと自分で一歩踏み出して、この空間がさして悪くはない。太陽光が入らない良さもある。見通せる。暗いからこそ落ち着くとかね。心が落ち着ける空間があるっていうことが今分かって、そうすると今度は木の幹とかについてる虫とかも見えてきて、アリがいたり、幹にカブトムシみたいな虫がいたり、でそれぞれみんなすごい頑張ってきてるんですよ。アリさんは働いてるし、カブトムシは、今はじっとしてるかもしれへんけど、この子だってね、ご飯見つけに行かなあかんかもしれへんし、今はいいと思ってるっていうのを心地いいと思ってやってるかもしれへんし、みたいな、それぞれのね、ペースでやってるんですよね。それを見て、こういう世界なんやなーって思ってます、今。ただただみんなが、それぞれの特性を生かして、それぞれのペースで、それぞれの役割で生きてるだけ、ここで。アリは今一生懸命何かを運んでるんですけど、すごい働き者やし、カブトムシは休憩してる。でもこれも生きるっていうこと。綺麗な蝶々が飛んでるんですけど、この人だって生きてるわけだから、私綺麗でしょみたいな感じで飛んでるんじゃなくて、ただ生きてる移動手段が飛ぶっていうことやから、飛んでるだけ。で、この人にもこの人の課題が生きるっていうことをしてるわけやから、もしかしたら今から水飲みに行くんかもしれへんし、ショベル出しに行くんかもしれへんし、何か分かれへんけども、飛んでて、綺麗やけども生きるっていうのをしてるんやなって。だからここの世界はみんな生きてるんですよ。種類は違うし、やることも違うし、今休憩してる人もいるし、めっちゃ働いてる人もいるし、いろんな状態の人がいるんですけどね。全部いろんな個性がある。みんなが飛べるわけでもないし、みんながちっちゃくて隙間入れるわけでもないし、みたいな感じで、それぞれの特性を生かして、個性のもと、いるっていうのをここは知ってる。で、それを手叩いてみてます。なるほどなって。そう、それでいいよなって。誰もが鳥みたいに飛べるわけでもない。でも、そうしなくてもいいってこと。アリが空を飛ばなくてもいいってこと。でも、大きな鳥、今わーって、オウムみたいな綺麗な鳥がわーって飛んでたんですけど、その鳥が、じゃあ逆に言ったら、アリにはなれないでしょ。別にそれはそれでいい。個性やから。ここに生まれた。その人のやり方があるみたいな感じで、どっちが偉くてどっちが取ってるとかじゃない。この森の中にいるサタコさんにとっては、いろんな
虫とか生き物とかがいて、それぞれに特徴があって、でも優劣はつけない。個性を認めるというか、その人の性質を認めるというか、それぞれにちゃんと役割があり、これがこの世界っていうのを、この森をこう感じながら思ってます。その世界を歩いてたんですよね。さとこさんは、楽しそうです。自分もそのお家の一部であるから。鳥も、蝶々も、虫もいるみたいに、自分だってその自分の役割がある。私は虫みたいに特殊なことができるわけじゃない。バッタみたいにすごいジャンプできるわけでもないし、鳥みたいに飛べるわけでもないじゃないですか。でも、みんながそれぞれに役割があるみたいに、この中で自分も生きてるわけやから、鳥にも虫にもちゃんとその人の性質、その人の役割があるように自分だって何かあるはず。だから、そういう風な感じで思いながら歩いてます。で、歩いてったら今度、ってなんか光のところに出ました。急に明るいところに来たので、何も見えないんですけど、光でバーって、その森を抜けた感じです。下は芝生みたいなところ。そこは明るいです。昼間なんですけど、なんかちょっと不思議なとこかな。ずーっと陸が続くわけじゃないんです。程度に開けてて、向こうは崖なので、その向こうにもなんか土地みたいなのがあるんです。谷みたいなのがあるのかな。右上にもう一個土地があって、それがもしかしたら浮いてるかもしれないです。ほんでね、芝生の上に、女性が何人かいらっしゃって、ギリシャ神話の、なんか、白いカーテン体にまとってますみたいな服あるでしょ。この服を着てはって、皆さん、4、5人おるのかな。髪の毛のところに、草の冠わかりますか？はい。マラソン走ったりとかもらえるんです。それをしてはります。それぞれ皆さん作業されてるんですよね。で、何をしてるかっていうと、花摘んでる人もおれば、なんかこう、布織り機みたいなのあるじゃん、カタンカタンって。あれを芝生の上に置いて、こうカタンカタンってしてはる人もいます。で、輪っかになって踊ってたり、なんか好きなことしてるみたい。花摘む人は一人で花摘んでるんですよ。でも全然別につるまないといけないとかないから、あんたただ一人で花摘みたいんです。人と喋りたいっていう人が2、3人いらっしゃって、その人たちは芝生の上でね、座って3人で談笑してます。そんで前の人は布を織ってます。すごい楽しいみたいで、一個一個パタンってやるんですけど、それがもうめっちゃ楽しい。で、出来上がったのをこうやって両手で持って、できたな、みたいな感じ。それは一人一人すごい心込めてやったものなので、これを使って、いずれ服を着る人が愛に包まれますように、みたいな。愛に溢れてやってらっしゃいます。だから、なんかすごく、幻想的みたいな感じです。ファンタジーみたいですよね。縛りがないっていうかね、こうしなければならないとかがないかな。一人でもいいし、みんなでもいいし、自分が何したっていいみたいな感じ。今、さとこさんは、後ろが森で、前がそういう景色が広がってて、積んでた人とかが、さとこさんに気がついて、料理してくれました。で、入っていいのかなって思ったみたい。なぜなら、自分が好きなことをするっていうのが、怖いっていうか、罪悪感があるっていうか、生きるってもっと大変じゃないですか。そのためにして、苦しいこともやって。でもここっても楽しいしかないから、それをなんか自分のためだけにやるっていう選択肢が、その中がそもそもなかったから、その中に入っちゃっていいのかな、みたいな。でもこの人たちやってはるなって。で、ちょっと躊躇してるんですけど、ギリシャ神話の服着てる人たちはね、さとこさんの手をね、右と左別々の方が持ってね、すごく優しく誘導してくれるんです。無理やり引っ張るわけでもなく、すごい自然に体が動いてしまうみたいな感じで、優しく手をね、持って、こっちおいでって言って誘導してくださいます。で、入ってった途端にね、さとこさんがね、そんな服になったんですよ。あら
びっくりしてます。って。でも服に驚いてるというよりは、そんな自分の好きなことをしてもいいという世界に自分が入っていい感じがしちゃってて、心がまだちょっと追いついてないみたいな感じ。で、さっきお花摘んでた方と一緒に今芝生に座ってるんですね。私はこの花を摘むっていうのがすごく楽しいって。この花は自分のためだけに摘むんだって。その摘むっていうのも楽しいんだけども、お部屋に飾ったりもするし、そしてそれをお友達にあげて、お友達がね、そのお部屋に飾って、その人がすごく心が明るくなるっていうのをしてるらしいです。世界って、まあ、メルヘンやから、メルヘンっていうかファンタジーやから、いるだけで楽しいし、で、鳥の鳴き声とか、太陽、光とか、で、みんなが楽しいことをしてる。そのうちの自分も一人であるっていうのを感じながらやってて、で、その、やってることも楽しいし、結果その花をもらった人も楽しくなる。その人はこの草原には来れないけども、そのお花を通して自分のこの気持ちをその人も感じてもらえるから。だから、こうやって自分が幸せな雰囲気を他人にも分けてあげれるっていうのがすごい嬉しいって言って。で、ここの世界はみんなそうしてるって基本的には。それと同じことを斜め前にいる布を折ってる人も同じことやってる。布がこの人折りたいの。一目一目すごい心を込めて縫うんですよね。で、その結果、服を作るっていうのをしてないんですよ。布を作るのをしたいんです。服を作る人はまた別にいるんです。その人に託して、で、結果それが服になって誰かの元に行く。で、その服は自分が布を織ってる。で、誰かが服を作りたいって人、服を作る。で、その人の思いを乗せて、服を着てる人が幸せになるんですよ。っていう感じで思いをこう繋いでいく。全部が自分をしなくてもいい。自分がしたいところをするっていうところで、ここが成り立ってるよって。でも、人に役に立つっていうこともしなくてもいいって、本当はね。したくなければ。必ずしも人に役に立つっていうのが目的ではなくって、自分の心地いいことをする結果、それで幸せな人がいる。今、お花を摘んでる人、布を織ってる人がいたけども、ただ喋るだけでもいいんですよ。で、ここの雑談してる人が右にいるんです。3人いらっしゃるんですけど、楽しく喋ってるんです。言いながら喋ってるんですよね。じゃあ、その3人いるうちの1人がちょっと暗い顔してて、やっぱ喋ってる間に、自分はここまで笑えないなとかね。こんなことがすごく簡単にできる。私はそこに課題があるなとかっていうので考え込んでちょっと暗くなったりする。だけど、それを気がついて、その横の人が、背中に手を置いてね、みんなそんなもんだって。あなたは私にここができてるなと思ったかもしれない。でもそれは私もあなたに感じるって。あなたは気づいてないかもしれない。やっぱできてる人って、できてることが当たり前やから、なんか分かれへんかもしれへんけども、あなたは私がここができてるなって今思ったかもしれないけど、私言わなかったけど、私はあなたここできるんだなって思ったのよって。一緒よってだから。って言ってる。そうやったんやって。すごいわかります。言わなかったけど、あなたもすごいし、ただその何が違ってたかっていうと、この人、私ができない、ここができるんだなと思った時に、私もそれをなれるようになろうとか、今できないかもしれないけども、この人が目の前にいるっていうことは自分もいつかできるかもしれない。こういう風にやれる人がいるんだなっていうことを見ることで、自分もこうしたらいいんだなっていう具体的に感じられる。ここにいるんだなって私は思ったけど、あなたはそれを見て感じるんだなって。差はある。あなたはこれができる。私はこれができる。そんなみんな当たり前。全部できる人なんかいないから、それが人間やし。それは神様が合わせてくれたこと。で、それを見せてくれたっていうのは、次はそれが課題ですよって教えてくれるとか、こんなことができてるけど、こっちはできひんねんなって。でもそれでもこの人頑張ってんねんなとか、それを肌で感じるために神様が合わせてくれたって。だから、それでいいんだよって。なるほどねって。だから
この人たち普通に喋ってるんやけど、喋ってるし、どっちかがめっちゃ偉いとかじゃないんです。このパートはこの人できるかもしれない。で、この人は違うパートができるみたいな感じで、お互いに補い合うみたいな感じです。どっちかがどっちを一方的に教えるとかじゃなくて、お互いに学ぶところがある。それに優劣をつけて自分をできないとか貶めるんじゃなくて、自分ができてないのも受け入れる。で、自分ができてないとこ見せてくれた人はそれは教えてくれたんだなって思うみたいな感じっていうのをこの人たちがやってるんです。ただ喋ってるんですけど、教え合ってるんですよね。だからこれも意味があるんです。だってそうやってすればね、これできひんねんなって思った人も、この人はそれをプラスに変えてんねんな。教えてくださいでしょ。それを学んだら、また同じような人が来たら、その人はそれを教えてあげれるんですよね。私もそう思ってたわって。できないところがあった時に私は落ち込んだ前。でも、その人が言ったように、落ち込むんじゃなくて、これはプラスに変えれるっていうことに気がつけたって。でもあなたがそうやって落ち込むのはすごいよくわかるよ。私もそうやったし。でも私もそれがプラスに変えれたんだから、あなたもそうやってできると思うし、その経験をした私とあなたが会えたってことは、それは神様のお示しやから、あなたもできると思うよって言ってあげれる。この人たちは3人でわーって喋ってたんですけど、これはこれですごい意味があるんですよ。結局自分もそこで学んで、学んだことをまた、同じことを教えてあげれるから、結局人の役に立つんですよね。っていうのを他にもやってます。なるほどなーって、かとこさんがこの世界を見てね、いろんなやり方がある。どんな人も輝いてるんですよ。お花摘んでる人も、布を織ってる人も、ただ喋ってるように見える人も、自分が学んでいくことで人に光を照らせる。自分が楽しいっていうことを心を込めてやることで、結果それで幸せを分けてもらえる人がいるっていう世界を今見てます。だから、無駄なことは何もないかな。ここってね、一見見たところね、最初はなんかファンタジーだったんですよ。だって、浮いてる土地もあるし、地上じゃないような服も着てるし、冠もかぶってるし、ファンタジーやなって思ったんやけど、でも実際やってることって結局地球でもやってるんですよね、みんな。そんなにかけ離れてない。それを思ったら、男さんが立ちました。自分がやりたかったことは、どこででもできる。何もここの世界にずっと住まなくても、この考え方を持って帰ればいいんだなって思ってる。帰っていいったかな。ギリシャの服着てる人たちにありがとうって、私はここで学んだって。私もやっぱり誰かの役に立ちたい。心の底から自分が幸せと思えるようになりたい。そこから歩いていくんですよ。暗いところ、なんかトンネルみたいなのかな。トンネルの出口が出てきて、すぐに光がまた出てきました。その先が多分日常ですね。ここは地球の上だと思います。車もわーって走ってるし、人が歩いてるし、交差点みたいなとこかな、今。ゴミゴミしてますよね。早く歩いて、ちょっと仕事のところに行かないといけないって思って、時計気にしてる人もいるし、子供わーって泣いて眺めながら、なんか自転車乗ってる人もいるしね、主婦とかもいるし。やっぱり生きるってすごい大変やから、ここに戻ってきたなーって思ってるみたい。でもね、私は学んだって言ってるかな。楽しいだけの世界はないと。楽しい世界にいると思ってた人だって、ちゃんと自分の弱さに向かって向き合ってたじゃないですか。この世話しない世界の中で、でも考え方はあのファンタジーの人たちと結局一緒でも生きていけるんですよ。私はここで生きていくんだなって思ったみたいです。一歩前にいました。すごい晴れ晴れしてます。さとこさんは、一回教えてもらったじゃないですか、そのファンタジーの世界で。だから、これが分かってない人もいるんですよね。ただただしんどいなとかね。なんで分かってくれへんのかなとか。それを考える余裕のない人もいる。人生の意味っていうのを顧みれてない人だっているわけやから、そういった意識の人とはまたちょっと違います、さとこさんはね。生きるという中でも、ちゃんと自分にも学びがありみたいなことをちゃんと理解しながらやってるから、違うと思う。その中で人と接してますね。さとこさんの前にめちゃめちゃ暗い女性がいて、多分これどん底やと思います。
昔のさとこさんみたいな感じちゃうかな。うん。自分のことあかんと思ってるし、いろんな問題が出てきても対処しきれへんし、元気じゃない時って。やっぱ自分のことケアしてもらえないわけですから、お子さんだって学校で何かある時かってあるじゃないですか。それってやっぱりね、お母さんが気がついてなかったのとかなったりするけど、こんな余裕ないからいいですよね、こんな気しなかったね。その人の話聞いてますね。部屋みたいかな。この人はソファに座ってて、窓があって、緑があって、ちょっと落ち着いた感じにしてるのかな。無機質じゃないです。なんか応接間みたいな感じ。カウンセリングルームみたいな感じなのかな。目の前の女性がめっちゃ泣いてます。怒ってることがもうしんどすぎて。子供のことをケアするところ、この人がケアが必要やから。やっぱ余裕がないと子供のケアなんかできないから、まずこの人が怒ったこととか、自分の頑張れないところ、頑張ってるに認められへんとか、自分が帰って帰ったのに変えられへんとか、親って言われてるとか、すごい頑張ってるのに頑張りたりへんって言われたりとかね。あなたのやり方間違ってるんじゃないとか言われてる。もう四面楚歌ですよね、こんなんね。待ってんのに、よく頑張ったね、誰も言ってくれへんみたいな感じの人かな、この人。巻いてますね。全部わかるでしょ、今、多分。一緒ですね。さっきのファンタジーの世界あったじゃないですか。なんなんてって思ったけど、そうじゃないよって教えてくれた。同じようなことを思ってる人が、私もそうだったよ。でも、こうやって考え方変わったから、こうだったよって、自分の経験のもとに喋ってたじゃないですか。あれと全く同じこと今やってます。今目の前に人は、さとこさんが全部経験したやつなんですよね。だからもう全部わかる。言ったらあかんこともわかるし、こう言ってほしいんやなっていうのもわかるし、全部自信なくしてるんやなっていうのもわかるし、この人認めてくれる人がいないんやなとかね、結果子供もしんどくなってるなとか、この人は子供をケアする状態ではないんやなとか、そういうのがもう本当によくわかるって感じかね。だから、本当に昔の自分をケアするかのごとくやってます。昔の自分を今の自分が助けに行くみたいな感じ。全部わかる。だから泣きながらやってますね。まるで自分を見てるみたい。そうやってやりながらね、なんか自分の中にも、まだ言えてない自分がいたんやなって思ってるみたい。そこからだいぶ抜け出したとはいえね、本当の真の芯まで自分の傷を癒せてるかって言うとそうでもない。自分の全く同じような人を、しんどかった自分がかけて欲しかった言葉を今かけてる。そうかけながら、自分のまだ言えてない自分にも声かけてるみたいな感じ。相手を癒しながら自分も癒すみたいなことを今ここでやってる。だから相乗効果というかね、人を助けながら自分を助けてるみたいな感じかな。だから涙流しながら言ってます。すっごいよくわかるし、自分もまだそういう気持ちがあったんやなって。この人自分ってそんなに価値ないって思ってはるけど、そうじゃないよって。それはたまたま目の前にいた人があなたがそうに言っただけであって、ここの世界の人はみんな価値があるって。私はそう思ってるって。いろんなことあったけど、そうやって同じことを私は子供にも言ってるし、自分にも言い聞かせるようにやってるし、自分も頑張ってる。だから絶対まだだってできる。私のことをね、ずっと木本さんがね、そんなことないんだって言ってくれたみたいに、この人にもそういう言葉が必要やから、その恩返しとしてこの人にも言ってあげるみたいな。あたかも自分が昔の姿をそこに重ねちゃってて、価値がないって思うってすごい辛い。でもそうじゃないって自分が思えたようにあなただって思えるわけやから。そうじゃないですよって。あなたの周りの人はみんな分かってくれないかもしれないけど、でも人の役に立つっていうことをしなくてもいいんだっていうのをずっと説明してあげてる。すっごい泣いてます、この前の人が。もうボロボロなんですよね、この人ね。もうすっごい苦労が顔に出てるしね。初めて認めてもらえたみたいな。その人はその気持ちが分かってるっていうのがもう感じられるんですよね。
この人も同じようにやってきたけど、この人はそうやって抜け出してきたわけやから、さとこさんはね。それがね、この人わかるんですよね。だから二人泣きながら、そうじゃないですよって。勝ちない人なんか一人もいないよっていうのを説明してます。昔、さとこさんにそうやってやってくれる人がいたように。まあ、この人にとっては、その役がさとこさんやから。しんどかったですよね。わかります。やっぱりそのままわかるわけじゃない。同じようなんだったじゃない。でも同じような境遇に私もなったから、そういう気持ちわかります。で、わーって泣いて、やっとこの人が受け止めてもらえたって思ってる。やっぱりこの人はケアが最初に必要なんですよね。子供のこと見るとかも無理ですよね。やっぱり一歩一歩です。こういう人たちは何回もやっぱりね、一回で2級に良くなるとかはないので、今回は分かってくれる人がいたっていうのはこの人にとってすごい大きな一歩やったわけですよ、この日はね。自分のことすごいなんか無価値、なんか虫嫌い以下みたいな感じで、どんだけ自分が頑張っても人の役に立てないとかね。もう、偉いしかしてないから自分の価値なんか何もない。どんだけ頑張ってても、こんなに自分のためじゃなくて人のためにやってても、虫キャラって言われるんですよね。でもそうじゃないですよって言ってもらえただけでも、この人はすっごい救われて一日になるんですよ。何年も頑張ってやってきた中でね、しかもそれを乗り越えた人に言われるわけですから。さっきのね、そのファンタジーの世界にいたのと一緒ですよ。そういう人に会えたっていうのは、そういう未来が自分にもあるっていう神様のおぼしめしなわけやから、この人ができて自分はできひんなって思うんじゃなくてね、こういう人に会えたっていうことは、この時から自分もそういった道に行きなさいよっていう神様のおぼしめしなわけやから、この人もちゃんと転機が今来たってことなんですよ。そういった感じで、さとこさんはそれが理解しているので、まあその人の力はね、もちろん必要なんだけども、その手助けができるっていうこと。できますね。ね、いいよね。すごいね。すごい。だから、その人はね、すっごい救われ、その日は帰りました。でもさっき言ったみたいにね、全部ね、そっから私すっごい自信満々で生きてきますとかじゃないですよ。でもね、この人にとったらその気持ちをやっと分かってくれた人なんです。さとこさんだから分かった。すごい一日やった。これをすごくありがとうございましたって言って帰っていかれました。だから今、さとこさんが、本当にすっごいしんどい人の、本当にたった一歩かもしれへんけど、それに寄り添えたわけじゃないですか。寄り添えたし、その一歩を手伝ったわけですよ。一歩を踏み出したのはこの人やけどね、さとこさんが森に入ったのも、森から抜けたのも、一歩一歩自分がやったからやったわけであって、ただその、ファンタジーの時にね、無理なく手を引っ張ってくれた、ギリシャ神話の人と一緒です。今もこの人の無理ないペースでね、手を素晴らしく掴み、一歩一緒に今行ったんです。その役を今、さとこさんがやってて、本当にすっごい苦しいところから、その人が一歩行ったっていうのは、すっごいことよ。それはさとこさんももちろん分かってるから、それを手伝えてよかったなって。どんだけ苦しかったか、自分は知ってるわけやから、その一歩をお手伝いできた、これこそが、どんだけ素晴らしいことかって、さとこさん分かってるわけやから、できてよかったなって。だから、これをできるっていうのは、やっぱりさとこさんが、すっごい苦しいところも経験してね、そこから手は書いたかもしれへんけど、ちゃんと自分で一歩前に進んだ。その経験があったからこそ、この役ができるんですよね。だから、無駄じゃなかったんやなって。苦しかったのも、ここから抜け出そうって思ったのも、みんな自分は自分でいいんやなって思ったのも、人と比べる必要もない。比べたとしても、自分もそっちに行けるっていう前向きな感じで、人
そういったのも全部今までの経験があったからこそできたわけ。その経験をやったからこそ、この人の一歩の手をね、優しくこう持って一歩一緒に進めたわけです。本当にやってきてよかったなって。これこそがやりたかったこと。そうですね。無駄じゃなかった。全部必要やった。そして今ここまで来たんですよね。人の一歩を手伝えるさとこさんに。はい。これこそがやりたいこと。そうですね。そうです。これ頑張りましたね。はい。本当に素晴らしいお仕事だと思います。はい。それと、保育お手伝いがさとこさんにはできる。それをやっていかれたらいいと思います。本当に無駄がない人生だと思います。はい。ありがとうございます。今までの苦労が報われるような涙のチャネリングになりました。今までいろんな苦難があったと思うけど、そのどれもがちゃんと意味があったんやなって思ったな。辛い時はわからへんけど、乗り越えた先に人の気持ちがわかる素晴らしい未来が待ってるねんな。それをさとこさんが見せてくれたな。カウンセラーとしての素晴らしい未来を見せてもらい、にゃんこも胸がいっぱいになりました。にゃんこは布を折ってる人みたいに、魚をひたすら数えるのが楽しいので、黙々と数えていきたいと思います。今日はこの辺でおしまい。にゃんちゃねチャンネル登録してくれたら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。ではまたねー。